こんにちは。もし最近お医者さんからご自身の健康についてちょっと気がかりなことを言われて、これから一体どうしたらいいんだろうなんて不安に感じているとしたら、今日のこの話はきっとあなたのためのものです。もしかしたらこんな風に言われたかもしれませんね。腎臓が悪いですねって。たった一言なんですけど、これすごく漠然としていて、それってどういうことって余計に不安になってしまいますよね。さて、ここからが本題です。その診断があなたの体にとって本当に何を意味しているのか、それを一つ一つ丁寧に解き明かしていきましょう。そして、ご自身の健康をしっかりとコントロールしていくための具体的で今日から使える知識を一緒に見ていきたいと思います。まず、腎臓が悪いっていうのは、単に一つの臓器だけの問題というわけじゃないんです。実はこれ、体全体のバランスを保つ、いわば司令塔のようなシステム全体がちょっと危険な状態にあるよという警告サインなんですね。これ見てください。びっくりしませんか？腎臓ってただ老廃物をこし取るフィルターだと思われがちですけど、全然違うんですよ。血圧の調整から骨を強くするビタミンの活性化、さらには血液を作ることまで。つまり、腎臓の働き一つで心臓から骨の先まで体中のあらゆるシステムが影響を受ける。それくらい密接につながっているんです。そして、ここが腎臓の病気の難しいところなんですが、機能が落ちると残された健康な部分が俺たちが頑張らないとってものすごく無理して働くんです。でもその頑張りが長期的にはかえって自分たちを疲れさせて全体の機能低下を早めてしまう。まさに悪循環ですよね。僕たちの目標はこの悪循環をどこかで断ち切ることなんです。では、ここからは今日からすぐにできる具体的な行動の話に入っていきましょう。多くの患者さんが実は気づいていない最も身近な危険。それってドラッグストアで手軽に買えるあの市販薬に隠されているんです。ここで絶対に覚えておいてほしいことがあります。それは痛み止めならどれも同じでは全くないということです。このスライドが示すように薬の種類によって腎臓への影響はもう天と地ほどの差がある。片方は腎臓への大切な血の流れを邪魔してしまうのに対してもう片方はその心配がずっと少ないんです。はい、こちらがその実践ガイドです。これはもうスマホで写真を撮ってお守り代わりに持っておいてください。薬の箱の裏を見てロキソプロフェンとかイブプロフェンという名前は避ける。そしてアセトアミノフェンを選ぶ。これを徹底しましょう。薬局で薬を買うときは必ず薬剤師さんに腎臓がと一言伝えるのを忘れないでくださいね。でも危険は痛み止めだけじゃないんです。例えば便秘薬に含まれるマグネシウムとか健康に良さそうな青汁のカリウム、あとは一部の漢方薬もそうですね。良かれと思った取ったものが弱った腎臓ではうまく体の外に出せなくて、かえって毒になってしまうことがあるんです。さて次の話はちょっと奇妙に聞こえるかもしれません。熱が出た、吐いてしまった、お腹を壊した。そんな体調が悪い時、一番大事なルールはなんといつも飲んでいる薬をやめることなんです。これがいざという時にあなたの腎臓を救う鍵になります。体調を崩した時、あなたの腎臓はですね、トリプルワーミー、つまり三重苦とも言える3つの危険が一気に襲いかかってくる最悪の状況に直面する可能性があるんです。まず、脱水で腎臓に行く血液が減りますよね。そこへ、いつもは体を守ってくれている血圧の薬が、今度は腎臓の防御システムを弱めてしまう。さらに、もしここで間違って痛み止め、つまり NSAID を飲んでしまったら、残されたわずかな血流さえも止めてしまう。この3つが揃うと、腎臓は突然深刻なダメージを受けてしまうんです。つまり、これが新しい考え方です。体調が悪いから薬を飲んで治そう、じゃなくて、体調が悪いときは、腎臓を守るために、特定の薬を一時的にお休みする。このシックデイという期間は最優先事項が腎臓の保護に切り替わるということを覚えておいてください。一番いいのは元気なうちにかかりつけの先生と私の場合はどうしたらいいですかって
あなただけのシックデイプランを作っておくことです。でもまず、この表で基本のルールをつかんでおきましょう。どんな時に薬を休むことを考えて、どんなサインが出たらもうすぐに病院に行くべきか。これは自分自身を守るための本当に大切な知識です。さて、次は食事の話に移りましょう。食事療法というと、あれはダメ、これもダメっていう我慢のイメージが強いかもしれません。でも実は単に何を避けるかだけじゃなくて、どうやって調理するか、その一手間がものすごく重要になってくるんですよ。腎臓の機能が落ちてくると、カリウムというミネラルが体に溜まりやすくなります。で、このカリウム、溜まりすぎると心臓に悪さをして非常に危険なんです。ここに上がっているのはカリウムを多く含むごく身近な食べ物の一部ですね。でも、じゃあ野菜は食べられないのって思ったら大間違い。見てください。このシンプルな3ステップ。細かく刻んで、水にさらして茹でこぼす。たったこれだけで、野菜に含まれるカリウムを3割からなんと半分も減らせるんです。この一手間で安心してたくさんの野菜を楽しめるようになるんですよ。そして塩分です。もう驚いてほしい数字はこれだけ。1日 6g 未満。最初はちょっと物足りないかもしれません。でも香辛料を使ったり、レモンを絞ったり、お出汁の旨味を生かせば、びっくりするくらい美味しく満足感のある食事ができるんです。さて、これまでお話ししてきたこと、薬の選び方、体調が悪い時のルール、食事の工夫、これらすべての情報は、ある一つのすごく力強い考え方につながっていきます。それは、あなたが受け身の患者さんから自分自身の医療チームを率いる積極的なリーダーへと変わっていくということです。これがあなたの新しい戦略になります。このスライドが示すように、体に悪いものを避ける守りの管理。それから体に良いことを積極的に取り入れていく攻めの管理。この2つを車の両輪のようにうまく回していくことがこれからの鍵になるんです。そうなんです。腎臓が悪いからとにかく安静にっていうのはもう古い考え方。ウォーキングのような安全で適度な運動は今や治療のとても重要な柱の一つです。血糖値や血圧の安定はもちろん、気分が前向きになったり、いいことがたくさんあるんですよ。では、今日の話の一番の結論は何か、もし一つだけ覚えて帰ってもらうとしたら、それは何か。それは、このスライドに書かれた力強い一言につきます。今日お話しした知識を手に、あなたはもうただ治療を受けるだけの存在じゃありません。あなたはあなた自身の健康を守るチームの誰よりも重要なメンバー、いわばキャプテンです。さあ、次の診察の日、あなたは主治医の先生に最初の質問として何を投げかけますか？あなたの新しい一歩はもうそこから始まっています。